毎度、物理系研究室、非公式 VTuber、小田井涼子です。日本物理学会70周年の企画、物理学70の不思議解説シリーズへようこそ。今回の不思議は、ブラックホールにならない中性子星。分岐点は、マヨラナ粒子の尻尾をつかめ、究極の超重原子核安定の島を目指して、超高エネルギー宇宙船の起源は、太陽コロナはなぜ熱い？透明マントはできる？メタマテリアル、ブラックホールに吸い込まれた情報を取り出せるか？クオークの閉じ込め。なぜクオークは発見されないのか？ガラスは固体？液体？時空はなぜ4次元か？恒星の誕生と惑星、衛星の起源、多様な惑星系はどのようにできたのか？宇宙のあらゆる階層に広がる磁場の起源、原子核の形とダイナミクス。ブラックホールは宇宙一明るい？相対論的ジェットの謎。テトラクオーク、ペンタクオーク、ブルーボール。マテリアルの性質を光で変える。光有機相転移の挑戦。核融合エネルギー発電は実用化するか？なぜ暗黒物質は未だ見つからないのか？乱流は難しい。原子核の地図はどこまで広がる？後物理。超高速現象にどこまで迫れるか？超大質量ブラックホールはどのようにできたのか？ヒッグス粒子の背後にある物理は何か？2000XX 年宇宙の旅。クオークから原子核。そして宇宙へ。異質な物質同士の理想の出会いとは？フェルミ粒子系の数値計算はなぜ難しい？複合問題。量子コンピューターは実現するのか？スピンの流れを制御する。スピントロニクスの挑戦。地震予知はなぜ難しい？宇宙初期のインフレーションはどこまで解明できるか？超伝導の転移温度はどこまで上がる？量子と古典の境界はどこにあるのか？極限環境への挑戦。低温、高圧、強磁場。暗黒エネルギーの正体は？宇宙の加速膨張の謎。コンピューターで挑む物質設計。素粒子と物性の不思議な関係。金属と絶縁体の狭間に広がる豊かな物性。自走する粒子系としての細胞や生物集団の振る舞い。経済に物理学は役立つか？物理学は誰のもの？ランナウのご神託への挑戦。フェルミ液体論の進化。ビッグバン、10マイクロ秒後の世界。宇宙はどのように始まったのか？宇宙の未来は？動酸化物高温超伝導体。30年来の未解決問題。トポロジカル秩序と奇妙な霊気状態。ニュートリノはなぜこんなに軽いのか？シマウマの縞模様。陽子はクオーク3つからできている。同調不可能な通信は可能？なぜ我々は物質だけからできているのか？非平行統計力学の基礎。時間の矢、見るを極める。です。熱平衡状態とは何か？どこまで正確な時計を作れる？タンパク質はなぜ間違えない？生物分子機械。ストレンジな原子核。チャームな原子核。素粒子の世代はどこまでも繰り返すのか？量子電気力学はどこまで正しいのか？電子の量子状態から見る生命現象。スピンを操る見えざる手。スピン起動相互作用。対称性を探る虫眼鏡。マイクロラボラトリー。還元と創発。物質世界の捉え方。見えない秩序を探索する。量子力学の不思議を実験的に検証する。生命の物理。相互干渉する多スケール系の共通性と多様性。厳密に模型を解く。化石分系への挑戦。実験室で超新星爆発をシミュレート。物理学はどこへ行くのか？です。